皆さんこんにちは。このチャンネルでは日本語を学んでいる皆さんに日本の文化やトレンド、そして私が日々感じたことをわかりやすい日本語でお届けしています。さて皆さん、最近はいかがお過ごしですか？早速ですが、今回のテーマは日本の夏です。7月になって日本の多くの場所では本格的に夏らしくなってきました。日本の夏はとても暑くて湿度も高いんですが、楽しいイベントや美味しい夏の食べ物がたくさんあってワクワクすることがいっぱいです。皆さんの国の夏はどんな感じですか？カラッと乾いた暑さですか？日本のようにジメジメとした暑さですか？それとも涼しい地域に住んでいますか？よければぜひコメントで教えてくださいね。日本では夏になると花火大会や夏祭りがあったり、かき氷や冷たいそうめんを食べたりします。暑くて過ごしにくい日が続く中でも、夏ならではの楽しみ方がたくさんあります。暑さ対策としては、冷房はもちろん、それ以外にも昔から伝わる涼しさを感じる工夫もいろいろあるんです。今日は日本の夏にしかないような習慣や文化、そして日本人がどんな風に夏を楽しんでいるのかを紹介していきます。この動画を見て皆さんが日本の夏って面白いと思ってもらえたら嬉しいです。ではまず日本の夏の特徴についてお話ししますね。日本の夏はとにかく蒸し暑いです。気温も高いですが、それ以上に湿度が高いのが特徴です。まるでサウナの中にいるようなムシムシとした空気が体にまとわりついてくる感じです。外に数分出るだけで汗がダラダラと流れてくる、そんな日が何日も続きます。日本の夏は空の景色も特徴的です。午後になると急に空が暗くなって大量の雨が降る、夕立が来ることもよくあります。さっきまでは晴れていたのに、突然の雨でびしょ濡れになってしまう、なんてことも珍しくありません。折りたたみ傘を持ち歩く日本人が多いのも、こういう天気のせいです。そして、日本の夏といえば虫が多いです。特に、セミの鳴き声は特徴的です。朝から晩までミーンミーンと大きな声で鳴いていて、夏の訪れを感じさせてくれます。うるさいと感じる人もいるかもしれませんが、日本ではこの音が夏らしさの一つとして親しまれています。また、セミ以外には蚊も多くいます。外に出ると知らないうちに何箇所も刺されてしまうこともあり、痒くて大変です。なので、虫除けスプレーや虫刺されの薬は夏の必需品です。そんな暑さの中で気をつけたいのが夏バテや熱中症です。夏バテとは暑さで体が疲れて食欲がなくなったり、だるさが続いたりすることです。近年の異常な暑さのせいで私自身も夏バテをよく経験しています。日本では夏バテ予防にうなぎやそうめん、冷たいきゅうりやスイカなど夏にぴったりの食べ物を食べる習慣があります。また、熱中症は命にも関わる危険なものです。特に近年は気温が35度以上になる猛暑日が続く日も多いので、水分補給や日陰で休むことがとても大切です。日本では夏になるとテレビやニュースで熱中症対策の呼びかけがたくさんあります。このように日本の夏は過酷な季節です。だからこそ暑さと上手に付き合うための工夫や夏を楽しむための文化がたくさん生まれています。この後のパートでは非常に暑い日本の夏がちょっと好きになる楽しい文化や食べ物について紹介しますね。では、
日本の夏の食べ物と飲み物についてお話しします。暑い日が続く中で体を冷やしてくれる食べ物や食欲がない時でも食べやすい料理がたくさんあります。まず、夏の定番といえばかき氷です。ふわふわに削った氷に甘いシロップがかかっている冷たい食べ物です。いちごやメロン、ブルーハワイなどいろいろな味があります。最近では抹茶やマンゴー、黒蜜きな粉などちょっと大人っぽい味のかき氷も人気です。お祭りの屋台で食べたり、カフェでおしゃれなかき氷を楽しんだり、日本では夏にかき氷を食べるのが一つの楽しみになっています。そして、スイカは夏の代表的な果物です。冷たくて甘くて、シャリッとした食感がたまりません。日本では海やプールに行った時にスイカ割りという遊びをすることもあります。目をつぶって棒を持ってスイカを割るゲームです。夏の思い出として子供から大人まで楽しめます。また、日本ではスイカに塩をかけて食べることもよくあります。食事で人気なのはそうめんや冷やし中華です。どちらも冷たくて暑い時でも食べやすいメニューです。そうめんは細くて白い麺を冷たい水で締めて、めんつゆにつけて食べます。時々、薬味としてネギや生姜、大葉を乗せたりもします。冷やし中華は冷たい中華麺にきゅうり、ハム、卵、トマトなどを乗せて甘酸っぱいさっぱりしたタレで食べる料理です。見た目もカラフルで夏らしさを感じられます。さらに夏のスタミナ料理といえばうなぎです。日本では夏の暑さで疲れた体に元気を与えるために土用の丑の日という日にうなぎを食べる習慣があります。うな重やうな丼は少し高いんですが、ふっくらとして香ばしいうなぎの味は格別です。飲み物では麦茶やラムネ、アイスコーヒーなどが人気です。麦茶は子供から大人まで飲めるノンカフェインの飲み物で、夏には冷蔵庫に常備している家庭も多いです。ラムネはビー玉が入った独特の形の瓶に入っていて、見た目も楽しく、お祭りなどでよく見かけます。特に子供に大人気の飲み物です。大人になってから飲むと、子供の頃の思い出がよみがえる懐かしい味です。また、日本ではコンビニやスーパーでも夏限定の商品がたくさん並びます。冷たいゼリーやアイスクリーム、期間限定の味のジュースやお菓子など、毎年いろんな新商品が出てくるので、買い物するのも楽しい時間になります。暑さを忘れさせてくれるようなひんやりグルメに出会えるのも日本の夏ならではです。このように日本の夏の食べ物や飲み物には暑い季節を快適に楽しく過ごすための知恵や工夫がたくさん詰まっています。食を通じて季節を楽しむのも日本らしい文化の一つです。次は日本ならではのイベントや行事についてお話しします。日本の夏は楽しいイベントや特別な行事がたくさんあります。日本独特の夏の文化を感じられるのがこの時期の大きな魅力です。今回は特に人気のある夏のイベントや伝統的な行事について紹介します。まず、夏の風物詩といえば花火大会です。夏の夜空に大きく広がる色とりどりの花火は見る人すべてを魅了します。日本の花火大会は全国のいろいろな場所で開催され、特に大きなものは数万人もの人が集まります。多くの人は浴衣を着て花火を楽しみます。浴衣は夏用の和服で涼しげで可愛いデザインが多く、夏の気分を楽しめます。
屋台もたくさん出ていて、たこ焼きや焼きそば、かき氷などの屋台グルメを食べながら友達や家族とゆったりとした時間を過ごします。次に紹介したいのが夏祭りです。夏祭りは地域ごとに様々な形で行われますが、屋台や盆踊りが欠かせません。屋台では綿菓子や金魚すくい、射的など子供も大人も楽しめるゲームや食べ物がいっぱいです。盆踊りは地域の人たちが輪になって踊る日本の伝統的な踊りで、みんなで楽しむ一体感が魅力です。夏祭りの期間中は地元の神社や公園が賑やかになり、昔ながらの日本の夏の雰囲気を味わえます。そしてお盆も日本の夏の大切な行事です。お盆は亡くなった祖先の霊を迎えて供養する期間で、多くの人が実家に帰省します。親戚や家族が集まってお墓参りをするのが一般的です。また、迎え火や送り火を焚いたりすることもあります。これはお帰りやいってらっしゃいの気持ちを伝えるために行います。お盆は一年の中でも特に先祖を大切にする日本の伝統的な文化を感じられます。学生にとっては夏休みが待ち遠しい季節です。日本の学校は7月から8月にかけて約1ヶ月から1ヶ月半の長い夏休みがあります。この期間には旅行に行ったり、プールや海で遊んだり、夏の思い出をたくさん作ります。また、受験を控えている子は塾に通って勉強したり、部活動や習い事をして過ごす子もいますが、多くの学生にとっては楽しい休みの時間です。最近では夏フェスや野外ライブも若者に人気です。フェスとはフェスティバルの略で、野外で音楽を楽しむイベントのことです。夏の青空の下、複数のアーティストが出演し、一日中音楽と自然を満喫できます。屋台やフードトラックもあり、フェスごとにオリジナルグッズを販売することもあります。こうしたイベントは日本の夏の新しい楽しみ方として定着してきています。このように日本の夏は伝統的な行事から現代的なイベントまで多彩な楽しみ方がいっぱいです。日本の夏ならではの雰囲気や人とのつながりを感じながら暑さを乗り切る工夫があちこちにあります。もし日本に来る機会があれば、ぜひ夏のイベントにも参加してみてください。浴衣を着て花火を見たり、夏祭りで屋台を楽しんだりすることで、日本の夏の特別な時間を体験できると思います。次に、夏に人気のアクティビティについてお話しします。夏になると、日本ではたくさんの人が自然の中で遊ぶようになります。例えば、海に行って泳いだり、川で水遊びをしたり、山に登ったりする人が多いです。海水浴は日本の夏の定番アクティビティです。海で泳いだり、砂浜で遊んだり、貝殻を拾ったりします。子供にも大人にも大人気です。実は日本には綺麗なビーチがたくさんあり、毎年たくさんの人が海に行きます。川遊びもとても人気があります。川の水はひんやりしていて、夏にはぴったりです。バーベキューをしたり、魚を捕まえたり、石の上を歩いたりして自然を楽しめます。また、キャンプをする人も多いです。テントを立てて外で寝たり、外でご飯を作って食べたりするのは、大人も子供もワクワクする体験です。夜には花火をしたり、星を見たりするのも人気です。そして日本の夏には山登りも人気です。
山の上は少し涼しくて、綺麗な空気と景色が広がっています。特に朝早くに見える御来光という山の上から見る朝日はとても綺麗です。夜になるとビアガーデンも賑わいます。ビアガーデンはビルの屋上などにある外のレストランで夏限定でオープンします。ビールなどのお酒を飲みながらご飯も楽しめます。特に仕事終わりのサラリーマンに人気です。さらに夏はとても暑いので避暑地に行く人もいます。避暑地とは涼しいところという意味です。例えば東京から比較的近くて行きやすい長野県の軽井沢や北海道の富良野などが人気です。木がたくさんあってリラックスできるし、空気も涼しく過ごしやすい場所です。このように日本の夏は暑いけれど楽しいスポットやアクティビティがいっぱいあります。自然の中で体を動かしたり、綺麗な景色を見たりして元気をチャージするのが日本の夏の楽しみ方です。では次に日本ならではの暑さ対策や快適に過ごすための風習やアイテムを紹介します。日本の夏はとても暑く、しかも湿度も高く、ムシムシしています。そんな中、日本には昔から伝わる暑さを和らげる工夫がたくさんあります。では、日本ならではの暑さ対策をいくつか紹介しますね。一つ目は打ち水です。朝や夕方に家の前や道路に水をまく習慣です。水をまくことで地面の温度が下がり、周りの空気も少しひんやりします。エアコンを使わなくても、ちょっとだけ涼しく感じることができます。昔ながらのエコな方法でありながら、風情もあります。二つ目は風鈴です。風鈴は風が吹くとチリンチリンと綺麗な音がします。風鈴の音を聞くと、実際には気温が下がっていなくても涼しい気持ちになるのが日本人の感覚です。夏になると家やお店の軒先に風鈴を飾るのが一つの風物詩になっています。見た目も音も夏らしさを感じさせてくれます。三つ目はすだれとよしずです。強い日差しを防ぐために窓やベランダにすだれやよしずをかけることがあります。これらは竹などの自然な材料でできていて、風を通しながら光だけを遮ってくれます。カーテンよりも見た目が涼しげで、部屋の中の温度を上がりにくくしてくれる日本らしい工夫です。四つ目は暑さ対策グッズです。最近では夏を少しでも快適に過ごせるように様々な冷感グッズが登場しています。例えば、ひんやりするスプレーや冷たいタオル、肌に貼る冷却シートなど、ドラッグストアでいろいろ買うことができます。首に巻くネッククーラー、冷たく感じる素材でできたマスクもよく使われています。その他には、持ち運びに便利な手のひらサイズの扇風機や日傘、日焼け防止用のアームカバーなども人気があります。これらの便利アイテムは暑い夏を快適に過ごすためにとても役立ちます。5つ目は食べ物です。日本では食べ物でも体を冷やす工夫があります。例えば夏の暑い日にはそうめんや冷やし中華、冷ややっこなど冷たい料理をよく食べます。また、スイカやキュウリなど水分が多い野菜や果物も人気です。食べることイコール暑さ対策になるのが日本のユニークなところです。今回は日本の夏についてお話ししてきましたが、いかがでしたか？暑さや湿気で大変なこともあるけれど、日本ならではの楽しみ方がたくさんある季節です。花火大会やお祭り、
かき氷やそうめん、風鈴の音、打ち水の習慣、こうしたものは日本の夏ならではの風景ですよね。私自身、日本の夏はちょっと苦手だったこともありますが、こうして改めて見てみると、大変だけどやっぱり楽しいと思えることも多いなと感じました。もちろん暑さ対策をきちんとしないと熱中症になってしまったり、体調を崩してしまうこともあるので、こまめな水分補給や休憩はとても大事です。最近では便利な冷感グッズなど暑さをしのぐ工夫もたくさんあります。なので自分に合った方法で暑さを乗り越えて日本の夏を楽しんでほしいなと思います。皆さんは日本の夏についてどんなところが気になりましたか？また皆さんの国の夏はどんな感じですか？風景や食べ物、伝統行事など日本との違いがあったらぜひコメントで教えてくださいね。もしこのエピソードを楽しんでいただけたらぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。感想やリクエストがあればコメントで教えてくれるととても嬉しいです。これからも日本の文化や楽しい話題をたくさんお届けしていきたいと思っているので、次回のエピソードもどうぞお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。